野党は自民総裁が決まったら即解散するという、そこもしなかったのでしょうか。正直、自民の裏金統一教会のために納得しませんし、もう自民党の政治では子供や孫の世のためとも思えない。だからこそ解散するというだけに、はい、住民またいつでも戦えるって言える、そんな野党が見たかったな。民主党政権の時は野田さんの解散宣言に自信満々で応戦した安倍さんの方が頼れると思ってしまった。そうっすよね。僕、なんで早期解散したんだろうっていう理由が分かんなかったんですけど、4まで生テレビで宮崎さんが言ってたのを聞いて納得したんですよね。自民党内では石破さんの足を引っ張りたい人というのがいっぱいいます。で、その状態で解散してなかったとすると、自民党幹部によると、みたいな、いろんな怪情報が流されてしまって、結果として石破さんの状況が不利になる可能性があるんですよね。解散してない状態で、自民党でそれなりのポジションを持ってる人が、石破さんはこういうことを考えてるらしいよとか、こういうことをしたらしいよ、みたいなのをメディアに流すと、そのメディアはそういう記事を書いちゃうんですよ。で、それがその怪情報で、俺の名前出さないで、みたいなのが石破さんの反発する層が。なので、結果として足を引っ張られるっていうのがあるんですよね。なので、足を引っ張られないためには、解散しちゃうのが一番早いんですよ。解散しますって言った瞬間、じゃあ石破さんは、敵方を作るわけじゃないですか。今回のその裏金議員不信任みたいなあったりするので、そうすると、裏金議員がメディアに対して、石破はこんなこと考えてるらしいよって言っても、いやいや、お前裏金議員だから、自分がじゃあ出馬するときに、比例代表の方に入れないから、だからそのために言ってるんでしょっていうふうに思われるので、メディアの方も、なんかこいつが言ってることは真に受けないようにしようねってなるんですよ。なので、多分足を引っ張られないというのが結構大事だったから、早期解散をしたんじゃないかなと思ってるんですよね。で、法務大臣に不適格な人がいるじゃないかとかっていうのも、総務大臣に村上さんがいるじゃないかっていうのも、僕あれ多分解散して選挙が終わった後に入れ替え要員だと想像してるんですよ。もともとその不遇大臣にいた人とか、自分を支持してくれた人を挙げるっていうのをやると、石破を支持すると挙げてもらえるぞっていう実績をまず見せたんですよ。会から始めようってやつで、なので、反安倍派だった村上さんだったりとか、ずっと支持していた平さんだったりとかを大臣にするから、じゃあ石破さんを支持する側に回った方が得だよねというのを証明した段階で選挙になりました。で、裏金議員はバタバタ落ちましたと。で、その後も、じゃあ、石破さんを支持している人の中から石破さんが大臣とか選びますよってなると、やっぱり大臣になると利権が生まれて、結果として自分の支持層だったりにそれを報いることができて、次の選挙の時に自分は安泰なんですよ。論功行賞ができるかどうか。やっぱ政治家の人ってなんでじゃあ比例代表の認定をこだわるかというと、人気ないんですよ。小泉純一郎さんみたいな、何したって受かりますっていう、自分たちの有権者はもう自分のことを信じてるから、何しても受かりますっていう自信のある政治家って、実は自民党少ないんですよ。受かるかどうかわかんない。なので、比例代表にしてほしいよねとか、大臣とかの箔が欲しいよねとか、じゃあその大臣にして自分の担当している属のところに仕事なりをこう割り当てて、結果としてじゃあそこで票をくださいよねっていう票田との取引をするみたいなとか、統一教会的なところにお願いして、月に2回ぐらい行って、一緒に神様の国を作りましょうとかって言って、統一教会の人に選挙の応援をしてもらうっていう形で、何らかしらの自分の支持者、有権者というのに何かこう返そうっていうののためには、やっぱり権力が必要なんですよ。なので、そこの権力を配るというのを、石破さんは自分を支持する人はやるよねっていうのが今回明確になったので、多分石破さんに流れる人っていうのは今後も増えるんですよね。じゃあ反発してるそうだよねっていうのが見えた状態で、じゃあ石破さんリーク情報ですっていうのを言ったとしても、メディアとしても眉につばつけて聞くよねっていうことになったりするので、石破さんが足を引っ張られないために早期解散をしたんじゃないかというのが宮崎さんの話を聞いた僕の予想です。政治について調べるほど国民主党でよく寝てあるんですが、なんでみんな野党を貯めて人めてしまうんですか？知名度がないくらいしか決定見当たらないんですか？国民民主党に関しては僕は偏差値60以上の人しか理解できないっていう言い方をしてるんですけど、言ってることが難しすぎて、偏差値49以下の人は何言ってるかわからない。だから何言ってるかわからないという人と陰謀論を言っている人とは一緒なんですよ。何言ってるかわからないという点で。偏差値60以上の人はこういう社会システムで、じゃあ国債は出せないと言ってるけども、教育国債だったら出すことができるから、じゃあその教育国債を出すことによって教育レベルを上げるのは可能だよねとかなるんですけど、そもそも国債って何っていう人が多分ね、人口のね、4割ぐらいいると思うんですよね。なので、そもそも国債って何かわからない人に、建設国債以外の赤字国債を出してはいけない。実はでも教育国債を過去出したことがあるんですよ。そうなのかみたいなのって、
これの面白さ分かるやつって本当少ないんですよ。でも、玉木さんやっぱ財務省だから勉強してて面白いな、みたいになるのは本当にごく一部の人で、そこだけを集めて政治家を増やそうとしても、それは増えないよね。玉木さんはね、頭がいいんですけどね、石原さんもそうかな。頭がいい人にありがちなパターンが、頭の悪い人の考えがわからない。で、僕は死んで坂本してる性格の悪いおっさんとか、頭が悪い人が周りに多いので、頭の悪い人の考え方っていうのを知る機会が結構多いんですよね。2チャンネルだったりとかっていうネット上のうぞうむぞうのクソ野郎がいろんなことを書くサイトっていうのやつなので、こういう思考パターンの人っているよねみたいなのが結構頭のいい人の想像を超える頭の悪い人の行動パターンって僕結構分かってたりするので、あ、このパターンねっていうので結構見極めができたりするんですよ。ちょっと前に X であったんですけど、怒りっていう映画があって、で、その犯人というのが、なぜ怒り出したのかっていうので、ちょっと詳細しちゃったんですけど、たまたま通りがかった人に親切にされて、親切にされたということは、それを返せない。で、返せないということは対等ではない。対等ではない。自分は下である。だから侮辱されたと感じて怒るっていう感情の動きがあるんですよ。施しを受けるということは、自分は下であるというふうに侮辱されたのであるというふうに怒る人っているんですよ。一定の割合で。で、僕それ知ってるので、はいはい、あのパターンねっていうのがわかるんですけど、やっぱりその、まともな人しか見てない人って、親切をしたにもかかわらず、なんか切れてさらに殺されるとかありえないよねっていうふうに考えちゃうんですよ。でも、人によっては他人の命よりメンツの方が大事なんですよ。どんなに馬鹿にされても怒らないけど、家族を馬鹿にされると切れるとか、殴られても怒んないけど、メンツを潰されたら切れるとか、メンツというのをものすごく大きいものであるっていうふうに考える、その人たちっていうのもやっぱそれなりにいるんですよ。こういう人たちで、あ、このパターンで考えるよねっていうのが分かってると、あのパターンねってなるんですけど、考え方が特殊な人たち、合理的ではない考え方をする人たち。合理的ではない考え方をする人たちっていうのがどうするのかっていうのをちゃんと分かってるかどうか。ヤンキーとかそうですよね。フライデーを昔北野武さんが襲撃したことあるんですけど、やっぱり殴らには分からないよねっていうふうに思って、で、殴りに行く。で、武軍団、武さんが行くんなら俺らも行きますわって言って行くっていう、ヤンキー的な考え方って、僕結構分かる側なんですよ。もともとヤンキーの一時期に住んでたって言いますけど、いやいや、そんなんだって殴ったとしても別にフライデーの記事がなくなるわけじゃないし、むしろそれでなんか世間叩かれて大変なことになるじゃんみたいな。なかったりするんですけど、体裁の方が大事って、そういうその、合理的ではない人のものの考え方というのを理解するかどうかっていうのが、大衆に理解されるかどうかで結構必要だと思うんですけど、大衆の理解の幅というのをあまり考えられてない方というのがやっぱり国民民主党には多いのかなと思うんですよ。国民民主党に関しては、僕、党名を変えろっていうのを結構言ってるんですけど、世の中の人って、国民民主党と立憲民主党の違いが分かってる人って多分、4割ぐらいしかいないと思うんですよね。なんとか民主党っていうところで、立憲民主党、国民民主党、なんとか民主党ね、みたいなので、国民民主党がこういう政策を出しました。立憲民主党がそういう政策を出しました。これでもうごっちゃになってるんですよ、みんな。なんとか民主党がガソリン安くするって言ってたよね、とか、なんとか民主党が給料上げたいって言ってたよね、とかで、もうなんとか民主党なんですよ。もともと民主党だったからどうせ同じでしょっていう。そこら辺のね、一般の人の理解の仕方っていうのはやっぱり分かってない方多いのかな。もともと民主党という党があって、そこから国民民主党と立憲民主党で分かれたんですよ。失われた何十年だっけ、民主党の時代のなんか、失われた何年、暗黒の 3年間だっけ、言い方があるんですけど、民主党の悪夢か。民主党の悪夢みたいな言い方もあるんですけど、それを自民だったり保守系の人って言うんですよ。で、多くは立憲民主党の人たちがやったことを指してるんですけど、でも悪夢の民主党の3年間って言われると、国民民主党もそれの人たちだよねと思ってしまうんですよ、やっぱり。なので、あまり僕は国民民主党という名前を引っ張り続けるのは良くないと思うんですよね。なので、そこも僕名前変えた方がいいと思うんですけど、なかなかそういうのって伝わんないですよね。はい。政治家になる人も今日頭のいい人なんですよ。で、多分国民民主党から出るっていう人はみんな頭のいい人なので、頭の悪い人の考え方が理解できないので、会議をしたとしても、いやいや、国民民主党と立憲民主党の区別つかないさんっていないでしょみたいなことが、多分、彼らの会議室の中では、それで合意されちゃうんですよ。でも世の中って別にそんなに興味ないから、立憲民主党と国民民主党の違いで興味がないから、ごっちゃにしてる人多いですよっていうのは多分ずっと伝わらないんじゃないかなと思ってます。石破内閣が始まりましたね。日本第一党成功が認められると思いますか？認められないと思います。
結局、認めてほしい人が少数派なのと、認めることによって自民党の支持が増えるかっていうと、結構微妙だと思うんですよね。小泉進次郎さんが夫婦別姓、夫婦選択的別姓と言ってたんですけど、あれのせいで結構反発が多かったんですよね。選択的夫婦別姓ですら自民党内で支持されてないのだとすると、同性婚はもっと遠いよねっていうことになってしまうと思うので、石破政権として同性婚を認めるメリットがあまりに少ない。なので、石破政権とか自民党として認めるメリットがあまりに少ない。なので、認めることはないんじゃないかなと思いますけどね。もうちょっと時代が変わって自民党の党員の考え方とかが変われば、まだ余地はあるんですけど、今のところ石破政権なり自民党というのが票にならんことをやるかっていうと、むしろ票を失う結果になるっていうのでやらないんじゃないかなと思うんですけどね。今回、保守派の人たちを結構敵に回してるので、保守派イコール安倍派というわけではないんですけど、高市さんを支持していた人たちに保守派が多くて、裏金議員も多いので、で、結果として裏金議員の公認しませんっていうのをやってたりするので、保守派の人たちが比例代表で入らないんですけど、小選挙区で勝ち残ったりすると、石破さんに対してかなり強く当たってくる派閥というのができるので、そうすると、ある程度保守的な方向におもねる必要が出てくると思うので、なかなか難しいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。